どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は最近買ってよかったものを紹介します。2月はあんまりね買い物をしなかったのでお休みしてしまいましたが、2月から3月にかけて買ってよかったものをまとめて紹介します。では早速いってみましょう。買ってよかったもの、まず1つ目はこちら、コダックのコダックチャーメラです。チャームとカメラを合わせたチャーメラという商品名の通り、これキーホルダー型のめちゃくちゃ小さいデジタルカメラです。でこういう箱に入っていて、本体カラーはここにありますけど、全6種類とシークレットの、これシークレットもね公表されてるんで言っちゃうとクリアですね。クリアタイプのもの合わせて7種類からどれが出るか箱を開けるまでわからないという、ガチャ要素付きのデジタルカメラなんですけども、その中で僕はこのちょっとレトロ感のあふれる色合いのものが出ました。この中だとね2番目ぐらいに僕は狙っていた色だったので、個人的にはこれ当たりです。でこんなちっちゃくて可愛いカメラなんですけど、もちろんこれでちゃんと写真が撮れます。でそれだけじゃなくこれね動画も撮れちゃいます。で作例をいくつか見ていただくと、写真はこんな感じで160万画素なので、そんなにね画素数はないんですけど、ローファイ感のあるノスタルジックな写りになります。あと写真はね日付を入れたりすることができたり、あとフレームとかフィルターとかもねいろいろ入っていて、なんか初期のインスタグラムみたいな懐かしさもね感じますね。動画はフル HD で撮ることができて、これもねいい感じの質感粗さで撮れます。で一方でマイクロ SD に記録ができたり USB-C でちゃんと充電ができたり、基本的なスペックは今っぽいんですけど、撮れる絵がめちゃくちゃノスタルジックという、もう最近はあんま言わないかもしれないですけど、いわゆるエモい絵が撮れます。でキーホルダーが付けられるっていうのもあって、最近のねZ 世代のじゃら付け文化といいますか、そういうのに乗ってというか、昨年発売されて結構ね話題になっていたカメラなんですけども、で僕もねずっと気になってはいつつも今まで購入には至ってなかったんですが、この前羽木公園の近くに移転オープンしたワンルームさんに行った時にこれがね店頭に並んでいまして、でいい機会だと思ってそこでね購入しました。ワンルームさんでもね結構いろんな可愛い雑貨たくさんあるんですけど、結構これ売れてたって言ってましたね。なんか惹かれるカメラですよね。デジタルカメラとして実用的な使い方をするというより、このカメラならではの質感で撮りたい時とかに使うという感じにはなりますが、アクセサリーとしてとかインテリア雑貨としても楽しめるガジェットだと思います。そんなコダックのチャーメラ、こちらが買ってよかったものの一つ目です。で続いて買ってよかったもの2つ目はこちら、ミッドガードリヒトのアイのランプです。前の部屋で暮らしていた頃からずっとねフロアランプいいのないかなって探していて、その時からインスタとかで何度も目を引かれていて、これいいなと思っていたのがこのミッドガードリヒトのアイのランプなんですけど、最近ねついにこちらを迎え入れてしまいました。で色は黒とグレーがあるんですけど、僕はねシルクグレーとネオンオレンジのタイプを選びました。このアイのランプはドイツ生まれのフロアランプで、武骨でミニマルなデザインなんだけど存在感のある、そんなランプです。結構構造が面白くて、グラスファイバーの支柱にリングがついていて、これをずらしてロックすることで支柱のアーチの角度を調整することができます。ライトはケーブルのボタンでオンオフができて、明るさも無段階調整できて、スポットで優しい光を届けてくれます。それにしてもねほんと惹かれる、惚れ惚れするフォルムなんですよね。アイのランプが視界に入るたんびにね嬉しくなります。うちはあまりね天井が高いわけでもないし、部屋もミニマルではないので、これを置いた時にね部屋に合うかなってちょっと不安で、それもあってねずっと購入をためらっていましたが、これはね本当に買ってよかったです。はい、そんな買ってよかったもの2つ目はこちら、ミッドガードリヒトのアイのランプです。続いての買ってよかったものはこちら、キープカップです。先日公開した代々木公園 Vlog でも紹介してますけど、代々木上原の JAU で購入したリユースカップです。コーヒーの街オーストラリアのメルボルンで使い捨てカップを減らすために生まれたリユースカップなんですけど、とにかくねデザインが好きです。カラーリングもねめっちゃいいんですよね。で2つ僕持ってて、まずこちらが 340mm 入る M サイズで、この蓋とキャップとこのバンドが全部取り外し可能で、このそれぞれのパーツの色を組み合わせて楽しむことができる、カスタマイズすることができるというリユースカップです。本来はね JAU さんの店頭ではできないんですけど、僕がね結構わがままを言いまして、特別にその場でカスタマイズしていただいて組み合わせていただきました。その組み合わせる模様もね Vlog で紹介してますけど、このカラーリングねめちゃくちゃ気に入っています。でグラスは耐熱ガラスで、他のパーツも全部電子レンジとか食洗機にも対応しています。で熱い飲み物ももちろん入れられますし、蓋をしておけば結構冷めにくいので、僕はこれにホットコーヒーを入れて
でバルコニーで作業する時とかにいただいています。でこちらが M サイズのもので、こちらにあるのが S サイズなんですが、これはねバンドの部分がコルクで、よく見ていただくとね、この肉球がスタンプされてますよね。これはこたつの肉球のスタンプが刻印されています。これはね、この前 JAU さんが国立競技場前の明治パークマーケットでポップアップを出されていた時のワークショップで作ったもので、その場でこたつにね肉球のスタンプを押してもらって、でその場でこのコルクに焼き目をつけてこのように刻印していただきました。なのでこたつの肉球がそのままここにね刻印されています。世界に一つだけのオリジナルカップが作れたのでね、これも嬉しかったですね。で商品名としてはこちらがキープカップブリューで、こちらがキープカップブリューコルクのものですね。そんなキープカップブリュー、こちらもね買ってよかったです。で続いての買ってよかったもの、続いてもねカップなんですが、こちらです。アマブロのツートーンスタッキングカップです。このね色の組み合わせがとても美しいガラスカップです。アマブロはこういう2色のガラスを組み合わせたツートーンシリーズっていうのがあるんですけど、うちも前からねツートーンのフラワーベースも使ってるんですが、こちらのツートーンスタッキングカップというのもね気になったので今回購入しました。これも先ほどの羽木公園近くのワンルームで購入しました。色展開がね様々で非常に悩んだんですけども、こちらのアンバーとグレーの組み合わせを選びました。これも本当にいい色の組み合わせで、テーブルに置いているだけでも見ていて幸せになります。これもね電子レンジ食洗機にも対応しているのでお手入れも非常に楽です。でこれと同じカラーリングで揃えて購入したのがもう一つの買ってよかったものなんですけど、こちらです。アマブロのツートーンキャニスターです。アマブロのキャニスターは最近ね復刻発売されたものらしくて、このようにガラスポットにアカシアウッドの蓋がついています。蓋にはねシリコンのパッキンもついてますので密閉性もね非常に高いです。なのでね僕はこちらにはコーヒー豆を入れて蓋をしてコーヒー豆の棚に並べています。このカップとお揃いの色なのでこのね組み合わせいいですよね。これもねほんと見た目がツボすぎます。買ってよかったです。で続いての買ってよかったもの、こちらもねコーヒー関連のものなんですが、こちらです。エアロプレスのエアロプレスコーヒーメーカークリアです。先日公開したうちのコーヒーコーナーを紹介する動画でもこちら出てきましたが、このように注射器のような構造のコーヒードリッパーです。使い方としてはこの中にコーヒーの粉を入れて、そこにお湯を注いでゆっくり攪拌して、このプランジャーと言われるもので押し出してコーヒーを抽出します。フレンチプレスとかのような浸子式と言われる抽出方法に近いですね。で僕はこれにこのフェローのプリズモというねメッシュフィルターをつけて使っていて、これを使うことでコーヒーの油分も一緒に落として豆本来の旨味を余すことなくいただくということができる飲み方をしています。で今回購入したのはこのクリアタイプなんですけど、このエアロプレスってもともとねこういったグレーのものがオリジナルモデルになっていて、でずっと前から僕はこっちを使ってたんですけど、今回購入したのはこのクリアタイプで、クリアなのでこのコーヒー豆の抽出のね具合とか、その攪拌した後のね混ざり具合とか様子がねよく見えるので、あとね見た目もかっこいいのでこちらのクリアタイプ購入しました。めちゃくちゃ気に入ってます。コーヒー棚に並べていても美しいし、やっぱりねこのクリアっていいですよね。はい、このエアロプレスクリア、こちらも買ってよかったですね。で続いての買ってよかったものはこちら、マーナのキッチンスキージーです。これはねめちゃくちゃ地味なんですけど、もっと早く使っておけばよかったと思ったキッチンのちょっとしたストレスを解消してくれる便利アイテムです。でこれはキッチンの調理台の水を切るスキージーなんですけども、調理台って結構ね水浸しになりがちじゃないですか。でその度にダスターとかキッチンペーパーで拭き取っていたんですけども、これならばシンクに向けてスッとね水を滑らして切ることによって綺麗に水切りができちゃいます。でこの部分がシリコンみたくなっていて、これでねワイパーのように水切りをするって感じですね。本当にね綺麗に水切りできるので、キッチンの調理台の上が濡れたままになるってことがね全くなくなりました。でこっちの面が平らになってるので自立するのと、あと穴も開いてるのでフックにかけておいたりもできるので、さっと取って水切りできるっていうのでめちゃくちゃ便利です。これ自立はできるんですが、結構ねここの幅が薄いので倒れちゃうこととかもねあるんで、なのでねもっと厚みのある改良版とかがねあればもっといいんですけどね。でもこれは本当にねキッチンの地味なストレスを解消してくれる素晴らしいアイテムだと思います。さすがマーナさんです。これ買ってよかったです。続いてペット関連のアイテムをいくつか紹介します。まず1つ目はこちら、キャンドゥのロックメジャーです。
100均で買えるロックメジャーです。でこれはねこういった見た目は普通のメジャーなんですけど、ここにくぼみがあって、これをねここに入れることができます。なのでループ状にして測ることができるメジャーです。でこれはねペットグッズというか、普通のメジャーなんですけど、このこたつのお洋服とかね購入するときに首周りとか胴周りとかを測りたいんですけど、こたつねこんな感じで結構暴れるので、測ってる時にどうしてもね普通のメジャーだとずれてしまってうまく測れなかったんですが、これだとこういう風にして首に引っ掛けて、でこのボタンを押せばキュッとね、これ今ちょっと分かりにくいですけど閉まってるんですね。ちょうどフィットしてるんです。でこのようにぴったり測ることができます。首周りにちゃんと今密着して測ることができます。で外して38センチでしたねっていうのが測ることができます。同じようにお腹周りもちょっと失礼します。こんな感じでずっとね、こういったね結構地味なアイテムではあるんですけど、めちゃめちゃ便利です。もちろんねワンちゃんの首周りお腹周りとかだけじゃなくても、自分の手首腕時計 Apple Watch のバンドを買いたいとか、そういった時とかに自分の手首が何センチかなとかいうのも測れたりするので、いろんなところで使えるロックメジャーです。これも地味ですけどね、買ってよかったと思ってます。で続いての買ってよかったものは、これはね今のところ今年の買ってよかったペット用品ナンバーワンかもしれません。 OFT のクリアレット2です。これはこたつのトイレトレイです。こたつがいつの間にかトイレトレイをこじ開けて中のペットシートを引っ張り出す遊びを覚えてしまいまして、これまでもいろんなトイレトレイをね試してきたんですけど、もうこたつはねトイレトレイに対してはもう無敵の魔人ブー状態で、トイレをカチッとロックするようなタイプはもうことごとく破壊されてしまって、いとも簡単にトイレシートを引き出してしまうということがねずっと続いていました。そんなわけでトイレトレイはねもう諦めていたんですが、そんな話を以前 YouTube でした時に視聴者さんの数名からこのクリアレットおすすめですよと教えていただきまして、こちらを試してみたんですけど、これがね大正解でした。もう本当にありがとうございます。これのおかげでこたつがトイレトレイを引き出すことはなくなりました。というかねもうできないんですよね。これ構造としてはアクリルトレイにメッシュを乗せただけなんですけども、アクリルトレイのフェンスがある程度高いのと、あとトレイの上にシーツを置いてその上にメッシュを敷くという、結構シンプルな作りなんですけど、このメッシュとトレイの間隙間がねほとんどないので、ここに爪とか刃を入れてこじ開けるってことがねできないんですよね。メッシュを取ることができないんですよね。であとアクリルトレイも割と重さがあるので、加えて振り回したりしようとしても重いし滑ってしまうので、なかなかねそれも難しいのでひっくり返したりすることもできませんでした。こたつはね何度もねメッシュを剥がそうとチャレンジしていたんですけど、なかなかできなかったみたいで、もうね諦めてくれました。一応ねメッシュを取りやすくするために人のね指を入れられる三角の穴が開いていたんですが、ある時にここにこたつが気づいて、ここに刃を入れてメッシュを剥がそうとしてしまいそうになった時があったんですけども、なのでそこにねこんな感じでパテで埋めましたが、こうすることでもうこたつはねここに爪とか刃を入れることもできなくなったので、それもあってね諦めてくれました。そんなわけで万策尽きたと思われていたトイレトレイ破壊問題もこれでね解決したと思ってます。クリアレットを教えてくださった皆様本当にありがとうございます。めちゃくちゃ助かりました。いや本当これはね買ってよかったです。で買ってよかったもの、最後はこちらエリザベスカラーですね。ララペッツというところのエリザベスカラーで、この前ねこたつの足にちょっと炎症が出てしまって、その時に薬を塗ったりするので足を舐めないようにと購入したエリザベスカラーです。でこのようにクッションタイプなので柔らかくて首への負担も少なそうなので、あとね調整する紐もついているので、しっかり首にフィットさせることができます。こんな感じでごめんね、今はつけられたくないよね、ごめんな。はい、こんな感じになるんですけども、今までプラスチック製のものとかウレタン製の襟からもね試したこともありましたが、プラスチック製はね結構首が痛そうだったのと、あとウレタン製は外れやすくて、一度外れてしまうとねボロボロに食いちぎられてしまったりもするので、一回そういうことがねあったので、このねクッションタイプは安全面でもいいと思いますし、今はねちょっと急につけられて暴れてますけど、結構ねこのクッションこたつにとってもね心地いいのか、たまにねこの襟からを枕にして寝たりもしてました。こたつにあんまり負担がない状態でエリザベスカラーをつけてあげられるというのでね、こちらもねほんと買ってよかったなと思ってます。なんかポンデライオンみたいですけどね。はい、そんなララペッツのエリザベスカラー、こちらもね買ってよかったです。
はい、そういったわけで今日は2月から3月に買ってよかったものを紹介してみました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルでは定期的に買ってよかったものをこのように紹介してますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。